当ホテルには高卒の低学歴が泊まれる部屋なんかございません。見下したような半笑いでこっちを見てくるホテル受付の女性は元カノの小川智美だった。別れたのはずいぶん前だし、メイクが濃くて最初は気づかなかったが、人の神経を逆なでするあざけり声は忘れられるはずもない。智美は俺が訳あって大学に進学できないと知ると、高卒男なんて願い下げと一方的に別れを告げてきた。あれから15年経ったのにまだそれを言うか。俺は苛立ちを隠せずに言った。いいから早く受付してくれよ。進まない手続きにうんざりしていると、後ろから緊迫した叫び声が聞こえた。すみません、誰か緊急事態です。人が倒れました。俺が手早く患者の元に駆け寄ると、元カノは唖然とした顔で俺を見つめてきて。俺の名前は鈴木浩二。高校生の頃、俺は中高一貫のそこそこ有名な進学校にいた。その学校の文化祭に遊びに来ていた女子校の生徒が元カノである智美だ。その女子校は偏差値はそこまで高くないが、お金持ちのお嬢様が多くて有名なところだった。自分で言うのもなんだけど、それなりに成績も良くて友達も多かった俺は、その女子校の女の子たちからも人気があった。その中でも一番可愛かった智美に告白されて、二つ返事で OK したんだ。付き合い始めた当初はそれなりに楽しかった。両親も高校生同士の交際に理解があって、ちょっと遠出しての遊園地デートなんかにも快く送り出してくれた。ねえ、コウジ君は東大に進学するんだよね。そしたら私エリートの彼女だよね。将来社長夫人になっちゃったりして友達に自慢しちゃおう。デートの時、智美はそう言って幸せそうに笑っていた。気が早いなとは思ったけど、悪い気はしなかった。智美の素直でわがままなところがとても愛らしくて、もっと上を目指してやるぞと思わせてくれる存在だった。だけど、高校3年生のある日、両親が突然交通事故で亡くなったんだ。一人っ子だった俺は一夜にして家族を失った。慌ただしく葬儀を終えて休んでいた学校に復帰し、日常が戻ってきても俺は全く立ち直れなかった。何を食べても味がしない。同級生たちの笑い声が空虚に通り過ぎていく。すっかり落ち込んでいた俺は誰かにすがりたくて、彼女である智美に連絡した。最初、智美はすぐに家まで駆けつけてくれた。両親がいなくなった伽藍堂の家に人の気配が現れて、その時はようやく息がつけた気がした。大丈夫？ご両親のこと残念だったね。そう声をかけられて、俺は涙が止まらなかった。支えてくれる彼女がいる。俺は一人じゃない。そんな風に思っていた。だけど、でも落ち込んでばかりもいられないよね。そろそろ受験だし。いや、そのことなんだけど、俺、大学に進学するのはやめる。え？実は、両親を亡くしてから親戚と揉めているんだ。うちは親戚たちの中でも裕福な方だったから、遺産目当ての人たちからしつこく連絡が来てる。学生の立場は社会的に弱いし、大学に進学するとなると保証人とかでそういう親戚に頼らないといけない部分も出てくる。だったら一回就職して、それからステップアップを考えていこうと思っているんだ。俺は真摯に話したつもりだった。将来のこともいろいろ考えた上で、親戚との醜い争いのことも隠さず正直に話した。だけど智美はそういった言葉も耳に入らない様子で顔色を変えた。はあ？大学に行かないって何それ？信じられない。分かってくれ。俺の力で両親の残してくれたものを守るためにはこうするしかないんだ。高卒なんて冗談でしょ？そんな男絶対無理。ともみ、進学校のエリートだと思ったから付き合ったのに、あんたからそれを取ったら何の価値もないじゃない。さよなら、もう付きまとわないで。ともみは嫌悪感をむき出しにして一方的に別れを告げてきた。親戚は頼りにならず、同級生にはこんな重い話打ち明けがたい。
ともみは以前家に遊びに来た時、張り切って母さんが焼いたレモンクッキーをおいしいおいしいと言って食べていた。多少なりとも母と接点のあったともみなら悲しみを分かち合えると思ったのに、彼女と別れ頼れる親戚もおらず、俺は完全に孤独になった。それが15年前のこと。大人になった俺は東京のとある高級ホテルに来ていた。なぜこんな昔のことを思い出しているかというと、ホテルのフロントでチェックインしようとすると受付にいたのはともみだった。まさかこんな形でともみと再会する羽目になるなんて。宿泊者名簿に書かれた名前と俺の顔をまじまじと見つめてともみは言った。あれ、鈴木くん？あの時の鈴木くんだよね。別れたのはずいぶん前だし、メイクが濃くて最初は気づかなかった。あ、ともみか？久しぶり。あなた変わってないわね。相変わらず幸打ちそうな顔してさ。やっぱ高卒だと食べていくのに大変だもんね。人の神経を逆なでするあざけり声は相変わらずだな。俺が何も言わずにいると、ともみはとんでもない言葉を投げつけてきた。当ホテルに高卒の低学歴向けのお部屋はございません。他を当たってください。俺は唖然とした。何を言っているんだこの女は。いくらなんでも非常識すぎる対応に俺は呆れた。このホテルは歴史もあって格も高いはずなのに、客に対してこんな対応をするだなんて信じがたい。いやいや、予約もちゃんとしてるし、学歴で差別するとかありえないだろう。宿泊予約？ありませんね。高卒の無能だからちゃんと予約手続きもできないで勘違いしてるんじゃない？はは、そんなはずないだろう。もういい、上の人を呼んでくれ。まあいいけど。案外あっさりとともみは上司を呼んだ。こうなったら上の人間にともみの言動も何もかも全て報告してやる。どうかされましたかお客様。神経質そうに髪をなでつけた男がやってきた。あなたがこの従業員の上司ですか？はい、支配人の牧野と申します。口調は丁寧だが、品定めするようなぶしつけな視線に嫌な予感がした。俺はちゃんと宿泊予約をしたんですが、この受付の女性が予約されていないって言うんです。どれどれ。いや予約は見当たりませんね。ニヤニヤとした薄ら笑いを浮かべながら支配人は肩をすくめた。そんなはずは、こちらの予約サイトの記録には残っています。そちら側のシステムの問題では。そう言われてもね。そもそもお客様、本当にこのホテルに予約をしたんですか？高卒だとか、うちのホテルの格にはちょっと噛み合わないような気がしますが、そんな人が泊まれるホテルじゃないんですよ、うちは。なんだと？やだ、大声出しちゃって怖い。警備員呼びます？ともみが支配人にしなだれかかりながらこちらをちらちらと見る。やたらと二人の距離感が近い。ともみと支配人は特別な関係なのだろうか。それにしても職場で何してんだこいつら。この人、私の元彼なんです。もしかして嫌がらせのために私の職場を突き止めてきたストーカーかも。ともみが俺のことを元彼だと言った瞬間に支配人の目に嫉妬が浮かんだ。なんだって、困ったなあ、それは。やはり警備員を。その時突然スタッフの声がホテルのフロントに響く。すみません、誰か人が倒れてます。お医者様はいらっしゃいませんか？慌てた表情で叫ぶスタッフに俺は近づいた。私は医者です。どうかされましたか？はあ？あんたが医者？そんなわけ。後ろでともみが何か叫んでいるが緊急事態なので無視する。お医者様がいらっしゃったんですね。よかった。あちらの食堂で突然お客様が倒れて、どうか助けてください。わかりました。すぐ行きます。真っ青な顔のスタッフについて食堂まで駆けつける。そこには人だかりの中心で倒れるスーツ姿の中年男性がいた。どいてください。医師です。
男性の肩を叩いても呼びかけても返事はない。完全に意識を消失している状態だ。呼吸なし、脈も触知しない。救急車と AED は？救急車はすでに呼びました。AED は、フロントにあります。すぐに持ってきてください。はい。懸命に心臓マッサージをする。主人は助かるんですか？男性の奥方らしきご婦人が不安そうに聞いてくる。今、心肺蘇生をしています。救急車が来るまでもう少しの辛抱ですよ。胸骨圧迫をしながら喋っているせいで息が上がるが、それでも奥方を安心させようと声をかけながら俺は蘇生を続けた。先ほどのスタッフが AED を持った智美と一緒に駆けつけてきた。早くそれを。ちょっと、こいつはただの高卒の低学歴で医者なんかじゃないはず。そんなこと言ってる場合か。まだグダグダと何かを言ってくる智美の手から AED のバッグをもぎ取る。手早く電極をつけ電気ショックを流すと男性がうめき声を上げた。意識が戻ったぞ。ありがとうございます。ありがとうございます、お医者様。奥方が泣きながら俺の手を取る。意識は戻りましたが、まだ予断は許さない状況です。不整脈が出た原因も調べないといけません。これから救急車が来るので病院でしっかり検査してもらってくださいね。不安そうな奥方に医学的なことをあれこれ説明していると、信じられないと愕然とした表情で俺を見る智美。いつの間にか来ていた支配人も疑わしげに俺を睨んでいる。あんたまさか本当に医者なの？だからさっきからそう言っているだろう。だって大学には行かないって言ってたじゃない。なぜか自分が裏切られたかのような顔で怒っている智美。別に俺が嘘をついたわけじゃないのに。高校生の頃に智美に対して大学には行かないと言ったのは本気だった。ただ智美にこっぴどく振られた後にいろいろあって再起しただけだ。両親が残してくれた遺産があったからな。その遺産で俺はアメリカに留学し、アメリカで医師免許を取ったんだ。日本に帰ってきたのは最近のことだよ。アメリカの大学ですって？親の事故の後勉強もしないでずっと家にこもってただけのくせに嘘つかないでよ。智美は顔を真っ赤にして怒っている。こんなことで嘘なんてつくわけがないのに。そもそも勉強もしないで家にこもっていたのは親戚が押しかけてきていたからだ。それも説明したのに何も聞いていなかったらしい。医者だということも何を言っても信じないので、俺は学会発表の時の写真を見せた。どうせアメリカで失敗して日本に逃げ帰ってきたんでしょ。やぶ医者がアメリカでやっていけるわけないもんね。動かぬ証拠を突きつけたものの、信じたら信じたで今度はやぶ医者がどうだとか罵倒してくる。智美はどうやらずっと見下してきた男が医者になっているのが許せないらしい。ペラペラと余計なことをしゃべる智美の声を遮るように、背後から凛とした女性の声が俺の名を呼んだ。コウジ。そこには黒髪のすらりとした美しい女性が立っていた。エミ、ついていたのか。遅れてごめんね。会議が長引いちゃって。この笑顔の素敵な女性は俺の婚約者だ。今日は結婚式の打ち合わせも兼ねて会場予定のこのホテルとホテルに隣接するチャペルの下見をする予定だった。まさかこんなことになるなんて。エミは智美に向かって言った。ちょっとあなた、コウジのことをやぶ医者だなんて失礼なこと言わないで。はあ？誰よあんた。関係ない他人は黙ってなさいよ。自己紹介が遅れましたね。田中恵美です。コウジは私と結婚するために日本に帰ってきてくれたのよ。人間帰ってきただなんて邪推も甚だしいわ。エミは俺と智美の間に立ちはだかった。エミとの出会いは高校時代に遡る。両親を失い、彼女にも振られてどん底だった俺を支えてくれた女性だ。高校時代の同級生で学級委員長もしていた才女だった。エミは学級委員長として家族を亡くし落ち込んでいた俺を気にかけてくれていた。アメリカの医大へ留学するよう勧めてくれたのもエミだ。日本を出てしまえば煩わしい親戚とも距離を取ることができる。
それに両親を事故で亡くした当時の俺はその経験を乗り越えるためにひたむきに頑張れる目標が必要だった。両親のように不幸にも事故で重傷を負った人の命を救う外科医になろうと決心したのだ。その上、何かあった時の後見人にはエミのご両親が名乗り出てくれた。おかげで俺は安心してアメリカの医大へ進学することができ、晴れて医者になったのだ。エミは俺の恋人でもあり、恩人でもある。アメリカと日本という遠い距離を隔てた関係でも心の距離はずっと近かった。そして今年、俺は晴れて日本の病院へ転職し、エミと物理的にも近い距離で暮らせるようになったのだ。ところであなた、従業員の小川さんですよね。あなたの態度、勤務中なのにあんまりじゃないですか？は？なんであんたが私のこと知ってんのよ。あなた、界隈で有名ですよ。勤務中に市場を持ち込みすぎだって。あ、失礼。私はこのホテルのオーナー、田中優の娘ですけど。なんですって？ともみは悲鳴を上げた。まさかと思ったが、田中ってやっぱり。そう言って支配人が顔を真っ青にさせる。エミはこの高級ホテルのオーナーの娘だ。今は経営を学ぶために他の会社に勤めているが、近々このホテルをオーナーから引き継ぐことが決まっていた。お嬢様、これはどうも当ホテルに宿泊される予定だったとは存じませんで、すぐに案内いたしますので。これまでの騒動をなかったことにしたいらしく、支配人は部屋に案内しようと俺たちを促す。結構よ。それよりも先にやらなければいけないことがあるみたい。ねえ、先ほどの夫に対する対応、一体何かしら。高卒は止められないとかなんとかおっしゃっていたように聞こえたけど。見ていたんですか？どうやら受付での押し問答の時点でエミは到着していたらしい。だが声をかける前に人が倒れる騒動が起きた。その時エミは救急車がすぐ入ってこれるように外へ誘導しに行ってくれていたようだ。支配人の牧野さん、あなたのお名前は前から伺っていたの。お客様からの苦情でね。目の笑っていない優雅な微笑みを向けられて、支配人は冷や汗をかきながらもみ手をした。いや、客商売ですから、それは何かしら不満を持つお客様もいらっしゃるでしょうけれども、それはどの従業員にしても同じことではありませんか。いいえ、あなたのそれはそんなレベルの話ではないわ。それに小川智美さん、あなたも。私？お客様の身なりや宿泊者名簿の職場などで人を差別し、お金がなさそうだと思った相手には雑な応対を繰り返し、時にはするべきご案内さえ放棄していたでしょう。あなたたちの就業態度について他の従業員からの告発も何件か上がっているわ。そんなの嘘よ。私が工事の元カノだからって嫉妬してあることないこと言ってるんでしょう。あることあることよ。そもそも元カノって何年前の話よ。この件については後日正式に処分させていただきます。それでは部屋に案内してくれるかしら。呆然自失となっている2人を無視して、エミは先ほどの救命騒動の件でよく対応してくれたスタッフに声をかける。はい、ご案内させていただきます。同僚が窮地に追い込まれている中、スタッフの子は元気いっぱいに満面の笑みを浮かべた。もしかしたらこの人も告発者の一人なのかもしれない。丁寧な応対を受けて、ようやく俺たちは目的の部屋にたどり着くことができた。一息ついた俺たちは高級ホテルのレストランで思う存分ディナーを楽しみ、充実した休暇を過ごした。それから一月後、結婚式の打ち合わせでエミと食事をしていると、例の2人について処分が決定したとお詫び状も兼ねた報告が田中グループの調査員から届いた。どうやら2人は金持ちから賄賂を受け取って特別待遇にしたり、お金がなさそうな人たちにはひどい対応をしていたようだ。挙句の果てに俳優やアイドルが泊まった時にはその個人情報を周りに流したりもしていたらしい。そのことで訴訟に発展したものもあり、今では職を失い借金まみれの生活を送っているそうだ。
エミはオーナーを正式に引き継ぐと、従業員たちからの声に耳を傾け、二度と同じようなことが起きないよう社内の体制を一新した。そして従業員の声が届くように、上司、社長へのご意見箱を設置して、風通しのいい職場になるように心がけた。その甲斐あってか、従業員は今、生き生きと働いているようだ。ようやく一段落ついたようで安心したよ。まあ、ひどい目にはあったが。ええ、それに他の従業員の人たちも喜んでいるみたい。あの二人がよくトラブルを起こしてその対応に追われていたそうだから。そうだったのか。俺は今、ホテルの提携先の病院で外科医として働いている。そういえば、あのホテルの職員で、やたらとストレス性胃炎だとか胃潰瘍だとかで入院していた人が多かったが、もしかして、まあ、あの二人がクビになったなら、これからはそういった患者さんも減るだろう。それにしても、なんであんな人と付き合ってたの？ちょっとからかうような半笑いでエミが尋ねてきた。まあ、当時はまだ子供だったとはいえ、我ながら人を見る目がなかったなというのは確かに思う。一体なんでだったんだっけ。確か、当時のともみは俺の高校の近くにあるお嬢様学校の生徒だったんだが、そこの女の子たちの中で唯一庶民的で素朴な感じだったんだよな。一般のサラリーマン家庭出身でさ。だからか、エリートの裕福な家庭の人間に対する憧れが強かったみたいで。告白された当時はもっと普通の子だったんだけど。ああ、なるほど。それで劣等感こじらせてあんな風になっちゃったのかしらね。私も少しわかるわ。エミが？エミはいつも穏やかで誰に対しても親切で、学歴や年収で人を差別する友美とは似ても似つかない。私は両親が厳しくて質素倹約に育てられたのだけど、付き合いで社長令嬢の集まるパーティーとかに参加しないといけないこともあって、そういう時はいつも周りから浮いていて居心地が悪かった。ともみさんとは逆のパターンね。金銭感覚も価値観も合わない人たちの中にいるのは確かに辛いことだけど、その劣等感を罪もない他人にぶつけるのは違うわ。彼女にはそれがわからなかったのね。俺はふと両親を亡くした時に同級生の明るく何の曇りもない笑い声に苛立っていた高校時代を思い出した。確かに人はその時置かれている立場によって孤独に追いやられることがある。本来理解し合えるはずの友人たちとでさえ遠く隔たって感じられることも。だけど俺は人を救う医者になるという目標とエミという大切な人を得て、こうして幸せな時間を過ごせるようになった。それはきっと人をバカにして劣等感を乗り越えようとせず、人を助けることで辛い経験を乗り越えようとしたおかげなのだろう。自分が置かれた環境によって劣等感を感じたり、自分が小さく見えることはあるだろう。だけど自分を信じて俺はこれからも進んでいこう。環境に流されないようしっかりと自分を見つめながら。私は湯浅茜、25歳。半年前に農家の息子である光一と結婚した。彼は料理をすることが好きで、料理の話をするときや、手料理を振る舞ってくれるときのキラキラとした顔が私は好きだ。農家の息子だけど、光一は野菜や果物を育てるよりも、食材を使って料理をすることが好きだから今は高級料亭で働いている。結婚するときにも誰が実家を継ぐかという話し合いが行われて、義父は長男の光一が継いでほしいと言い張っていた。光一は興奮したように義父に何度も俺は継がない、何度も話しただろ、料理をしたいんだと言っていた。感情的に言っても相手に伝わらないことが分かっていたので、私は光一の膝をトントンと叩いて冷静さを取り戻させた。そして一旦落ち着いた光一は目をキラキラさせながら義父にこう言ったのだ。俺は料理をするのが好きだ。だからうちみたいな農家の人たちが育てた野菜を使って料理をしたいんだ。と言って折れずに今の高級料亭で働き続けたのだ。揺るぎない光一の眼差しには義父も折れるしかなかった。
そして農家は光一の弟が継ぐという話でまとまった。私はというと、昔から文章を書くことや SNS が好きだったので、在宅でライターをやっている。在宅で時間の都合はつきやすいため、私もたまに農家の仕事を手伝っている。私は野菜や果物を育てるのは嫌いじゃない。むしろ好きな方だ。そのため、義実家からも感謝されることが多く、あかねちゃん、お野菜好きなだけ持っていきなさい、といつも野菜を譲ってもらえるので、野菜を買うのには困らない。光一は家族の反対を押し切って、料亭で働いているため、少し気まずいところがある。でも、光一は農家をバカにしているわけではなく、むしろ農家を尊敬している。天気都合に左右されながらも、長年の経験と知識で野菜を育てている両親を尊敬している。だから、義実家の周りの農家の人とは昔から仲が良く、毎日元気に挨拶を交わしている。光一くん、今日は大量に収穫できたから、これで美味しいものでも父ちゃん母ちゃんに作ってやってよ。と言われて、新鮮な野菜や果物を持って帰ってくることもあった。光一のことを周囲の農家の人もとても好いているようだった。そんな毎日を過ごしていたある日のこと、光一の帰りが遅い日があった。普段なら7時頃には帰宅するのに、21時に帰ってきた。遅くまで大変だったね。なんかあった？と私が聞くと、大丈夫。ちょっと忙しかっただけ。と光一は答えた。その日は特にそれ以上聞くことはしなかったが、その日を境に毎日21時、22時、時には日をまたいで帰ってくることもあった。大丈夫？と聞いても、大丈夫だよ、と私を心配させないためか、光一は疲れた顔を見せないように笑顔を作って答えていた。さすがに心配になった私は、ある晩、こっそりと光一が働く料亭に様子を見に行った。すると、誰もいない調理場で光一が一人で仕込みをしていたのだ。勝手に入ってはいけないと思いながらも、思わず私は声をかけてしまった。光一？光一は驚いた顔で、あかね、どうしたんだこんなところまで来て。と聞いてきた。私は、あなたが毎日遅くまで仕事をしていて心配だから様子を見に来たのよ。なんで一人で仕込みしてるの？と聞くと、光一は手を動かしながら答えた。同僚の鹿島さんいるだろ。鹿島さんのご両親が重篤の病気らしくて、毎日看病しなくてはいけない状況らしいんだ。だから今俺は鹿島さんの分も仕込みを毎日することになって、それが終わらなくて遅くなっちゃったんだ。心配かけたようでごめんな。どこまで優しい人なんだろうと私は思った。でも、あなたの体も心配よ。他の人に相談してみたら？と言うと、鹿島さん、他の人には心配かけるからって言っていないそうなんだ。俺には話してくれたから、鹿島さんの助けになればと思っているから。もう少しで帰るから、あかねは先に家でゆっくりしてて。無理しないでね。と私は言いながらとぼとぼ一人で家に帰った。それから数日後、光一が遅くまで働く日がまだまだ続いていたある日、信じられない事件が起こったのだ。なんと、高級料亭の売り上げのお金が全額盗まれてしまったのだ。もちろん、警察にすぐに連絡をした。しかし、犯人の目星がつかず、手がかりも見つからなかったため、捜査は難航していた。すると、犯人探しが従業員同士で始まった。あの人お金に困ってそうじゃない？あの人も怪しいわね。なんて根拠もないことを言い合って、もはや楽しんでいるようだった。しかし、ある発言から犯人が一人へと絞られていってしまったのだ。
俺実は湯浅さんが最近毎日遅くまで一人で仕込みやっているの何度も見ています。一人だったし、湯浅さんなら金庫の開け方も知っているんじゃないですか？と同僚の鹿島さんが言ったのだ。そう、光一が遅くまで鹿島さんの分も働いていたにもかかわらず、オーナーに全くのデタラメを吹き込んだのだ。もちろん光一は全力で否定した。横領だなんてそんなことしていません。僕はただ本当に鹿島さんの分まで手伝っていたから遅くなっていただけで。と反論したが、周りの人から、あの人農家で貧乏だから家のためにやったんじゃない？こんな高級料亭で働いていたのもそのためだったんじゃない？とこそこそ言われていた。オーナーも、証拠はないが、確かに遅くまで働いていたよな。ちょっとこの件は考えさせてもらう。というだけだった。金庫のお金が盗まれたことは光一から聞いていた。そして光一が疑われていることも。私はあなたがやっていないと分かっているよ。味方だから辛かったらやめてもいいんだよと励ますことしかできなかった。そしてさらに光一を追い詰める一言が放たれた。オーナーが、湯浅、もちろんお前がやった証拠は今のところないんだが、こうも噂が立ってしまってはうちの評判にも関わる。申し訳ないが、今日限りでここを辞めてもらう。光一は返事もできないまま、呆然とオーナーの前に立ち尽くしていた。すると鹿島さんが光一の前にやってきて言った。やっぱり貧乏人はお金を盗むことしか頭にないんですね。農業ってやっぱり儲からないんですか？実家が農家だから貧乏人なんだ。農家なんてずっと下っ端として働いたらいいんだ。そんな同僚が辞めてくれるこっちもせいせいしますよ。嫌味を言う鹿島さんに光一は一言だけ言った。鹿島さんのご両親はお元気ですか？と。ああ、うちはピンピンしているよ、バーカ。という言葉を聞いて、光一は、ははは、それは良かったです。とだけ答えて高級料亭を後にした。そして私は光一からクビになったという一言を聞くことになった。そんな、という言葉しか出てこなかった。全部、嘘だったんだ。と、光一は無気力になっていた。だが、ご両親が元気だったのは良かったと、こんな時まで他人のことを心配する光一は本当に優しさの塊だった。私は携帯を握りしめて、ある決心をした。すると、光一に膝をトントンと叩かれた。そして、はっと光一の顔を見ると、怒りよりも悲しそうな顔をしていた。ただただ悲しんでいる光一の顔を見て、きっと心の優しい光一は、私が光一の無実を訴えても嬉しくはないだろうと冷静になった。そして少し日にちが経ってから気分転換に私は光一を義実家の農作業を一緒にやろうと誘った。ギフと光一は最初は気まずそうだったが、なんだかんだ親子なのか、だんだん楽しく会話していくようになっていった。そして次第に野菜や果物が成長して収穫できると笑顔で私に見せてくれた。ある日、義実家の周りの農家の人たちが畑にいる光一に声をかけた。最近、畑で光一くんをよく見るね。料亭はどうしたのさ。と、光一は笑顔で、僕、解雇されちゃったんですよ。はは。今は、結局実家の農業を手伝っています。と答えた。すると農家の人たちは口々に、こんな優しい光一くんをクビにするなんて、やっぱりあの料亭は良くないね。私はそんなところの料理なんて口にしたくないね。正直野菜をおろすのだって嫌なんだよな。毎回偉そうでよ。何様のつもりなんだよな。と、光一の想像以上に、どうやら鬱憤が溜まっていたようだ。それもそのはず。
農家の人たちはもちろん地元にある料亭に野菜や果物を卸している。しかし、所詮農家の身分でという言葉を聞いたり、態度が偉そうだったことがあり、農家の間ではあまり評判が良くないのだ。これまでの鬱憤を晴らすかのように、光一の件を聞いてから農家の人たちは次から次へと料亭の愚痴をこぼしていた。そしてそんな中、ある農家の一人の男性がこう言った。そうだ、光一くん。料理の腕もすごいし、今俺たちがやっているレストランの料理人になってくれないか？え？レストランの？と思ったが、光一はとりあえずその男性の話を聞くことにした。農家の人たちは新鮮な野菜や果物の良さを知ってもらおうと、バイキング形式のレストランを経営していた。そして農家の人たちみんなが口を揃えて、光一くんがうちで働いてくれたら、もっと私たちが育てた野菜や果物の良さを知ってもらえるよ、と笑顔で言ってくれたから。光一も、僕にできる限りのことはやらせていただきます。と快諾をした。光一は家に帰って、私に農家レストランのシェフを務めることを教えてくれた。私はとても喜んだ。光一の目がこんなにキラキラしているのを久しぶりに見たからだ。そして私は急いで経営のことやレストランのことを調べ始めた。光一に、レストランをもっともっと良くするために私も協力するよ、と言って、私は翌日農家の人たちに挨拶に行った。湯浅の妻の茜です。主人をよろしくお願いいたします。私もぜひこの農家のレストランに何か協力できたらと思って今日はご挨拶に来ました。と農家の人たちに伝えた。すると、おう、光一くんの奥さんかい？よろしく頼むよ、と歓迎してもらえた。私はネットで記事を書いたり、何か市から補助金が出たりしないかなどの経営のお手伝いをさせてもらえたらと思います、と言うと、俺たちの中にそんなことに詳しい人は誰もいないからそれは助かるな、と言ってくれたので、すぐに市に掛け合うことにした。すると、市の人たちもこの町を元気にしてくれるプロジェクトでありがたいと前向きに補助金の検討をしてくれるとのことだった。農家の人たちも、光一が料理人として働いてくれることを心から喜んでいるようで、私も安心した。光一は早速メニューを考え始めていた。農家の人たちが愛情を込めて育てた野菜や果物の良さが伝わるように、加工ばかりで新鮮さを失わないように、光一は毎晩遅くまで考えては試食して、という日々を繰り返した。私は夜遅くまで試行錯誤している光一を見て嬉しかった。もちろん体を壊さないようにとは心配はしたが、今の光一の目はキラキラしていたのだ。そしてさらに私はライターとしてレストランの記事をたくさん書いた。SNS にも情報をたくさん載せた。オープンする前から楽しみにしていますとコメントが届いていた。光一や農家の方にもネットの反響を見せると、それがまた励みになっていたようで、より一層みんなで協力し合ってリニューアルオープンを目指した。そして私が掛け合った補助金がようやく出て、外観も今時のおしゃれな雰囲気になり、あとはオープンの日を迎えるだけとなった。ちょっとドキドキするな。と、光一と農家の人たちは言っていたが、ついに無事、新しい農家レストランをリニューアルオープンすることができた。初日は数えるほどのお客様だったが、とっても美味しかった。野菜の美味しさがそのままで美味しい。と好評だった。そして、1週間も経つと、もっとお客様は増えていった。半月経つ頃には、順番待ちが当たり前になるほどの人気ぶりになった。お客様からは、野菜が新鮮、料理が美味しい、果物の鮮度が違う、など大好評でいい口コミをたくさん書いてもらえた。光一も農家の人たちもみんなお客様の笑顔を見てとても嬉しそうだった。すると口コミが話題になったのか、
大手出版社からの取材をさせてほしいと依頼が来た。もちろん快諾し、ありのままの自分たちの料理や食材、経営スタンスを見てもらった。野菜を育てているところからの取材をしてもらい、取れたての野菜がバイキングの場に並ぶまでの過程を見て、取材の方は驚いていた。すべて自分たちだけで行っているからだ。そして料理を食べると美味しくて新鮮だ。朝採れた野菜や果物を使っているというだけあって鮮度が違うと言ってくれていた。この美味しさの秘訣は何ですかと聞かれた光一は、農家の人が手間暇かけて育てた野菜や果物の美味しさを残したメニューを考えています。と誇らしげに答えていた。そして後日取材に来てくれた大手出版社から発売されたバイキング特集をみんなで見た。するとなんとお客満足度1位を取得し、今話題の絶対おすすめスポットとして大々的に特集されていたのだ。さすがの私も光一も農家の人たちもこれには驚いた。やったー、みんなで喜んだ。そしてみんなでこれからも頑張ろうと鼓舞し合ったのだ。この特集のおかげで連日ランチ、ディナー問わず行列ができるほどの人気店になり、農家レストランは大繁盛していた。そんな毎日を楽しく過ごしている間、私と光一はあることを決行しようと心に決めていた。私と光一はレストランの定休日を使って以前働いていた高級料亭に二人で訪れた。鹿島さんに話がありますとレジの人に伝えると、私たちは個室に通された。しばらく経ってから個室のドアをノックもしないで鹿島が入ってきた。これは貧乏人の2名様、いらっしゃいませ。よくこんな高級料亭に来ることができましたね。こんな高級なお店に来るなんて結婚記念日か何かですか？それぐらいのことがないとこんなところなんて来れないよな。1年分の給料を貯めても来れないだろう。と嘲笑うようにして鹿島さんは喋り続けた。最近は料理の真似事みたいなことしてお店人気みたいじゃないか。まあ何事も初めは目新しくて人気出るもんな。何？今日まさか自慢しに来たの？あ、お客様は農家の方でしたよね。道理でなんか土臭いと思いました。今の時代除菌が大切ですよね。アルコールは今見当たりませんね。私は腹渡が煮えくり返っていたが、光一に冷静にと膝をトントンと叩かれた。今度は光一が私に冷静さを取り戻させてくれたのだ。やっぱり夫婦だな、なんて思っていた。その瞬間、あったと注文していた日本酒を鹿島さんはあろうことか光一の頭からかけたのだ。ちょっと私はさすがに席を立った。しかし光一は大丈夫とだけ答えた。鹿島さんの嫌味は止まらない。日本酒にもアルコールは入ってますから、しかもうちの日本酒は高級ですから、これできっちり消毒できたことでしょう。と相変わらず笑っていた。そして光一が静かに口を開いた。鹿島さん、警察に行きましょう。と、何を言ってんだ。日本酒かけた罪なんていうものはないんだよ。お前とうとう頭もおかしくなったのか？と鹿島さんは怒鳴る。いいえ、日本酒かけられたぐらいで警察のお世話にはなりません。職場の売上金の横領罪で警察に行くんです。お前、何を言ってんだよ。俺がいつ横領したって言うんだ。と鹿島さんは反抗的な態度だった。しかし、ここの売上金が盗まれたことを覚えていますか？と光一は淡々と話を続けた。むしろそれはお前だろ盗んだの。オーナーも貧乏だからって気を使って警察には話していないんだ。感謝するがいい。だが光一は、いいえ、僕ではありません。鹿島さんが盗んだんです。と言い続けた。うるせえな。
俺はやっちゃいない。言いがかりもほどほどにしろよな。と、光一の胸ぐらを掴んでいった。この音声、聞いてもらえますか？と、光一が言ったので、私は携帯の再生ボタンを押した。さすが高級料亭だよな。売上金半端ないぐらいあったんだぜ。でも誰も盗む人なんていないと思っているバカばっかりだから、盗むのなんて簡単だったんだ。本当は誰でも金庫なんて開けられる状態なんだ。これであとは湯浅のやつに罪をなすりつけたら、俺は大金持ちだ。楽勝楽勝。鹿島さんの顔は青ざめていた。さっきまでの威勢はどこに行ったのかわからないほどの小声でブツブツ言っていた。こんなの作り物だろう。そんな証拠誰も信じ。私は鹿島さんの言葉を遮って言った。私は光一さんが夜遅くまで残っていることを心配して何度かこの料亭に来ました。そしてなぜかご両親の具合が悪く看病したいと帰ったと聞いていたあなたを見つけたから不審に思って様子を伺っていたらこんな話をされていました。いや、見間違い。と小声で鹿島さんは言ったが私はやめなかった。そして横領したことを自慢げに話すあなたのことを録音させてもらいました。ちなみに私、ライターでそこそこ知名度もあるんですよ。自首しないのなら、これをネットに拡散させていただきますが。と私は言った。そう、私は光一が以前働いていた料亭の横領事件の犯人の声を録音してあったのだ。以前光一を心配して高級料亭を訪れた時に、横領したことをバカみたいに自慢していた人がいたから、まさかと思って録音しておいたのだ。そして光一が解雇された時にはもちろんこの音声を取ったことを伝えていた。私は誰の声かわからなかったが光一はすぐに鹿島さんだ、鹿島さんが横領したんだと言っていた。じゃあこれ持って警察行こうよと私は説得したが、何か事情があるのだろう、もうこの件はいいよと光一は自分が罪をかぶったままにしたのだ。しかし農家のレストランのリニューアルに携わった光一は店の売上金がどれだけの人が関わり大切なものなのかを身をもって知った。光一はそんな大切なお金を盗んでしまう行為を許せなかったのだ。だから光一が、やっぱり証拠を出して警察に自首してもらおう。このままでは良くないし、悪いことは悪いと認めて罪を償ってもらおう。と覚悟を決めたので、私も一緒に今鹿島さんの前にいるのだ。俺はやってない。そんな証拠誰にでも作れる。となかなか鹿島さんは罪を認めなかった。お前のことを警察に言ってもいいんだ。状況証拠としてはお前が一番怪しいんだ。だからオーナーだってお前をクビにしたんだ。と言った瞬間、鹿島、お前ここをやめろ。自分の罪も認められないような人間が人様に食わせる料理なんて作らせられない。とオーナーが個室に入ってきた。オーナーは今の会話を聞いていたのだ。鹿島さんは、いや、でもオーナーだって湯浅がやったと認めたじゃないですか。だから。とオーナーのズボンにしがみついてまで鹿島さんは反論していた。しかし、証拠もないのに湯浅を解雇したことは間違っていた。俺が悪かった。だが、こんな証拠があっても罪を認められないなんて、お前はもっと最低な人間だ。今すぐ自分で警察に行くか、それとも通報するか、どっちだ？と、こわもてな表情でオーナーが言うと、もう言い逃れはできないと観念したのか。わかりました。わかりました。俺がやりました。ごめんなさい。自分で警察に行きます。と泣きながら鹿島さんは料亭を出て行った。罪をばらされた鹿島さんの後ろ姿は今まで見たこともないほど弱々しい姿だった。私は光一の疑いが晴れたことに安堵した。光一もほっとした顔をしていた。
後日、高級料理店のオーナーが直々に家まで謝罪に来た。そして、鹿島さんがきちんと自首したことも教えてくれた。湯浅、お前のことを信じてやれず、解雇してしまって本当に悔やんでいる。申し訳なかった。もう一度、あの料亭に戻ってこないか？と、オーナーが頭を下げて言ってくれた。しかし、光一は、僕、今農家の人たちとやっているレストランが楽しいんです。そこで働き続けます。これまで本当にお世話になりました。と、料亭に戻ることを断った。今日も農家のレストランはお忙しだ。農家の方が朝野菜や果物を収穫して、光一が料理をする。私はキラキラした目で働いている光一が本当に素敵だなと思う。今も光一と農家の人と和気あいあい毎日過ごしている。さあ、今日も忙しくなりそうだ。いらっしゃいませ。諦めないでよかった。やっと会えた。ただ来ればいいだけの見合いだと思っていた。手よく相手が俺を振って、それで終わるはずだった。何も深い意味はないはずだったんだ。あるとすれば、大企業の社長令嬢とのお見合いで、俺の両親の生活が少しでも楽になるかもしれないということだけだ。なのに、彼女は俺の手を握り、顔を真っ赤にしているではないか。そして、半ば強引に同棲生活が始まると、一緒に寝てくれませんか？そんなことを言う彼女に俺の名前は佐伯聡。大手食品会社の営業部で、今日もパソコンと睨み合いをしている。というのも、俺は営業部だが、営業周りはしていない。営業マンがうまく話を進められるように、ひたすらに下調べと資料を作成する。営業部の窓際社員だ。佐伯くん、頼んでた資料はまだできてないの？もうすぐ俺行かないといけないんだけど。え？今日用なんですか？出社してから言われたので、まだですが。はぁ？行ってからもう1時間経ったじゃん。早く。あ、今回は、分析佐伯くんにしといてよ。まったく。このニヤニヤしながら大声で嫌味を言ってきたのは和田優さん。俺より少し先輩にあたる、いわゆる超エリートだ。親は提携会社の重役。そして、うちの社長と卒業大学が同じということもあり、出世は確実と言われている。ギリギリに大手相手の資料を頼むなよと、俺は顔に苛立ちが出そうになったが、ぐっと抑えた。だが、その後の彼の言葉には我慢ならなかった。はあ、やっぱり家庭環境が及ぼす子への影響ってやつかな。思春期に親戚たらい回しになっちゃってたら、コミュニケーション能力とか厳しいのかな。俺が音を立てて立ち上がったのを止めたのは上司だった。佐伯くん、仕事ができなかったのは君だろう。和田くんに八つ当たりなんてしてみっともないと思わないのかね。さっさと仕事をしたまえ。俺は爪を食い込ませた拳をそのままにパソコン前へ戻った。和田さんが言ったことは半分合っている。俺の両親は本当の親ではないからだ。中2の時、俺は事故で両親を一度に失った。数少ない親戚は当然揉めた。小さくもなく、かといって独り立ちもできない中途半端な年頃だ。登園までたらい回しにされ、最終的に引き取ってくれたのが母の幼馴染だった佐伯さんだったのだ。血のつながらない俺を本当の子供のように優しく、時には厳しく育ててくれた。俺は恩返しのために必死で勉強し、特待生となった。体も部活で鍛えた。すべては、あんな風に両親を、自分を馬鹿にされないためだった。少しやんちゃな頃もあったかもしれないが、恩返しへの気持ちは変わらず、
俺は大手企業の営業に入り、やっと二人に金銭的な恩返しができる。どんどん出世してやると思った。その矢先だった。どういうことですか？だから佐伯くんさ、この前連れて行った営業先からクレーム来ちゃってるよ。こっちの意見を全然聞かないから教育し直してくれってさ。ある日、和田さんが課長を連れて俺のデスクへ来たのだ。この前の営業というのは、俺が挨拶回りとして和田さんについて行ったあの日のことだろう。俺はすかさず言い返した。いや、あれは和田さんがしょっぱなからぶちかますのが肝心だから、新商品売り込んでみろって。営業の基本は相手に喋らさないことだって。俺の言葉を冷ややかに聞き流して、課長は淡々と言った。限度というものがあるだろう。改めるならまだしも、先輩に対してその生意気な口答えはなんだね。まあまあ課長、小耳に挟んだんですけどね。佐伯くんって過酷な青春時代を過ごしたようなので、いろいろね。俺がなぜ知っているのかと目を見開いていると、和田さんはその顔を待ち望んでいたかのような笑い顔をし、課長に耳打ちし、俺に背を向け戻っていった。翌日、俺のデスクは離れ小島のような場所にあった。課長へ訴えても、場所があるだけ感謝しろの一点張りだった。そんな俺を見る周りの目は、どんどん冷ややかになっていき、言われた仕事しかできない現在に至る。俺の描いていた出世への道は、ここで断たれてしまった。一ついいことといえば、確実に定時で上がれることだった。今日も俺は大急ぎで家へ帰った。夕焼けの錆びれた商店街。そこに俺の家、佐伯豆腐店はある。ああ、サトシ、おかえり。ユキコさん、ただいま。ああ、のれん、俺片付けますよ。疲れてるのにありがとうね。すぐご飯の用意するからね。母さんの幼馴染である佐伯優子さんは、親から引き継いだ商店街の豆腐店を今でも続けている。旦那である佐伯浩二さんも結婚と同時に豆腐職人になったらしい。俺が店の片付けをしていると、浩二さんもお帰りと声をかけてくれた。晩ご飯は豆腐たっぷりの味噌汁に豆腐サラダ、豆腐とひき肉を混ぜて焼いたステーキなど、今日も豆腐尽くしだ。サトシ、豆ご飯おかわりいるかい？うん、ありがとう。昔から変わらないにこやかな食卓だが、時流には逆らえなかった。売れ残る豆腐はどんどん増えていく。俺が同居したままなのも、出世の希望が見えなくなった今、一人暮らしで使う金をこの二人のために使いたいからだった。その夜は少し様子が違った。自室に戻ろうとしたとき、浩二さんに呼び止められたのだ。居間へ戻ると、ユキコさんもいた。二人とも神妙な顔つきだった。嫌な予感が頭を駆け巡る。だが、口火を切った浩二さんから出た言葉は、予想だにもしないものだった。サトシ、お見合いをしてほしいんだ。は？俺のあっけに取られた顔とは違い、二人の顔は真剣だった。本気さを悟った俺は、一応尋ねた。お見合いって、相手は誰？俺の昔馴染みの娘さんなんだ。サトシも同業だから知ってると思うが、あの食品会社の社長令嬢さんだ。浩二さんの言った会社は、日本のトップ3には入るであろう大企業だった。そこの社長令嬢が、俺とお見合いなんて、いくら昔馴染みだとはいえ、到底信じられなかった。さらに俺は質問した。向こうから、話を持ってきたっていうこと？ああ。こないだ、久々に酒を飲む機会があってな。お互いのことを話しているうちに、一度会わせてみるかと。すまないサトシ。頭を下げる浩二さんを見て、俺は納得とともに若干の虚しさを感じてしまった。要するに、昔馴染みである浩二さんの現状を知って、社長は娘との結婚を提案したんだろう。戸籍上の息子が大企業の娘婿になれば、この店もどうにかなるだろう。そして、
解消のない俺もいなくなる。これは、ある意味政略結婚だ。根拠のない負の感情がふつふつと俺の中に湧いてきた。だが、そんなものかなぐり捨ててしまえば、これは最高の二人への恩返しにもなる。たとえ相手がどうであれ、俺さえ我慢すればいいのだ。今までと何ら変わらない。そう思うと、不思議と肩の力が抜けた。俺は二人の手を取り、笑顔で交互に顔を見ながら言った。浩二さん、ゆきこさん、こんな素晴らしい縁談をありがとう。気に入ってもらえるかわからないけど、俺、お見合いするよ。二人は安堵したように俺を抱きしめたり、肩を撫でた。俺は二人に、今のこの表情が見えていないことを願った。3日後、お見合いの日がやってきた。俺は大急ぎで服の準備をし、見合いには浩二さんと共に向かった。一生縁のないようなレストランだった。ガーデンパーティーを行ったりもするらしく、綺麗な庭が広がっていた。少し他から離れた席へ案内されると、いかにも威厳のある男性と、高価そうな着物を着た華奢な女性がすでに座っていた。待たせてしまったか。すまんな。息子のサトシです。今日はありがとうな。娘のしおりだ。俺は紹介されたので、反射的に一礼をした。すると、しおりと呼ばれた女性と顔を上げるタイミングが一緒になり、俺は初めて見合い相手の顔を見た。光を吸い取るような黒い髪をきれいに束ね、和装がよく似合う美人というのだろうか。美人だと素直に思った。だが、それがなおさら、この見合いの意味をわからなくさせた。友人のために、できることはしようと言ったところだろうか。結果、娘が断っても、それなら角は立たない。俺は改めて、この見合いの無意味さを感じ出していた。いやでも、視界に入る彼女をちらりと見ると、はにかんだ顔で俺を見ている。ますますわからない。まあ、これはあくまで食事会だ。サトシ君、あまり気負わずに娘と話してやってくれ。はい。ポーズだけの見合いとはいえ、浩二さんの昔馴染みだ。態度を悪くするわけにはいかない。俺は無理やり、しおりさんへ話を振った。とても綺麗な着物ですね。似合ってる。ありがとう。話は続かなかった。何度か試したが、彼女は相変わらず、俺の顔をチラチラとはにかみ見るだけで、全く会話が弾まない。いい加減諦めかけた俺に、社長は話に割って入ってきた。しかし、それは、俺の脳内シミュレーションの遥か外を行ったものだった。いやー、なんだかんだ相性が良さそうでよかったよ。サトシ君、ドジな娘だが、末永くよろしく頼んだよ。俺は持っていたグラスを落としそうになりながら、慌てて浩二さんの顔を見た。ポカンとしている。浩二さんも話を受けたとはいえ、破談を予想していたということだろうか。いや、社長の先走りという可能性もある。俺は急いで目の前のしおりさんへ目線を変えた。すると、今までキョロキョロとしていた彼女が、今度はじっと俺の顔を見ていた。はじめに一瞬だけ見えた顔だったが、改めて見ると大きな目で、影を落とすような長いまつげをしている。そんな目が俺をじっと見つめていた。いや、でも俺は、状況が飲み込めず、思わず慌ててしまった俺の手を、しおりさんはそっと掴み、俺にしか聞こえないような声で、そっとつぶやいた。諦めないでよかった。やっと会えた。俺は、ただ来ればいいだけの見合いだと思っていた。手よく相手が俺を振って、それで終わるはずだった。何も深い意味は、何もないはずだったんだ。あるとすれば、俺の両親の生活が少しでも楽になるかもしれない、ということだけだ。なのに、彼女は俺の手を握り、顔を真っ赤にして取り、そんな言葉を言った。しおりさんの言葉の意味はわからなかった。だが、俺はこの見合いの目的を改めて思い出した。これが両親の恩返しになれば、
俺にはそれで十分だった。不慣れなことばかりですが、よろしくお願いいたします、しおりさん。はい、サトシさん。改めて乾杯をしようと社長が言ったことをいいことに、俺は彼女に強く握られ出した手をスッと引き抜いた。このお見合いから数日もしないうちに、俺としおりさんは同棲を始めた。マンションはとりあえず社長の持っている物件を使わせてもらうこととなった。すでにここまで決めていたとは正直驚きだ。いくら窮地の中だとはいえ、自分の娘をここまで使うものだろうか。実家を出る日、ゆきこさんとこうじさんは泣きながら送り出してくれた。見合いの時は気持ちは複雑だったが、二人を見ていると、ただ感謝の思いだけが溢れてきた。しっかり恩返しするから。俺は二人にそう伝え、家を後にした。社長が用意してくれたマンションは、おおよそ俺の給料では無理なタワーマンションだった。部屋が多いことは救いだった。しおりさんと極力会わずに済むからだ。オートロックを開けるとしおりさんが出てきた。今から同棲が始まり、何もなければそのまま結婚するのだろうかとの気持ちと、結婚しなければ恩返しにならないとの気持ちが交差したまま、俺は新しい家へ入った。きっと食事は毎日外食で、掃除は業者に頼む。そんな生活になるんだろうと俺は思っていた。しかし、玄関を開けて待っていた光景は、そんな気持ちをひっくり返した。サトシさん、お帰りなさい。そこには、つけたエプロンで手を拭きながら、玄関へかけてくるしおりさんがいた。奥からは、出汁のいい香りがしてくる。俺は、彼女の姿にあっけに取られながら、思わず言ってしまった。ただいま。荷物はもう届いて部屋に置いてますよ。あ、リック持つね。いや、重たいから俺が持っていきます。てか、何か焦げてません？あ、お魚。奥のキッチンからもくもくと黒い煙が出始めていた。ガチャガチャとした音と悲痛さを含んだ彼女の声が聞こえてくる。早々に新居は焦げ臭い香りに包まれてしまった。俺はさっさと部屋を探し、着替え、キッチンへ向かった。ごめんなさい。網で焼いた方が美味しいと思ったんだけど、グリルにするべきだったな。はは、皮が全面に焦げた魚と、しょんぼりしているしおりさんを見て、俺はつい笑ってしまった。サトシさん？いえ、すみません。つい昔を思い出してしまって。俺は代わりにキッチンに立ち、焦げを取り除きながらほぐし身にしていった。すると、興味津々といった満面の笑顔をしおりさんはこちらへ向けてきた。その話聞いていい？サトシさんの話聞きたいの。俺の話なんて聞いてどうするんだと少し迷ってしまったが、ここで止めると、かなり印象が悪い。食事をテーブルに並べ、俺は話を始めた。しおりさん、俺のことは聞いてますか？佐伯さんは義理のご両親だということは聞いているわ。そうですか。俺が引き取られたのは中2の頃だったんですけど、少しでも役に立たないといけないと思って、もらった小遣いで魚を買ってきて焼いたんです。でも、見よう見まねでは無理ですよね。焦がしてしまって。豆腐屋から焦げた魚の匂いがしちゃって、俺は半笑いで話した。ふとしおりさんを見ると、口角を上げながらも真剣に話を聞いていた。本当はここで話を終わらすつもりだったが、俺は自然と話を続けてしまった。店から二人とも飛んできて、魚を捨てたとしても匂いはどうしようもなくて、俺はひたすらに謝ったんです。そしたら、二人ともやけどしてないかって別の意味で大騒ぎになって、その日の晩ご飯は魚のほぐし身がおかずになりました。こんな感じに。俺が話し終わると、しおりさんはほぐし身を箸で取り、パクッと食べて笑顔で言った。うん、美味しい。それはあの日、ゆきこさんとこうじさんが俺に向けてくれた笑顔と同じだった。食後。洗い物は俺がすると言ったが、
しおりさんは全く譲らないので、結局二人で分担しながらやることになった。必死に網の焦げを取ろうとしているしおりさんが見ていられず、奪い取ると、しおりさんは見合いの時のように、はにかみながら、ありがとうと言った。そして、そのまま話し続けた。サトシさん、お部屋ってどうしますか？え？顔を真っ赤にしながら、しおりさんは俺から目をそらした。見合いの日は見えなかったうなじに、少しドキリとしてしまったが、俺は深呼吸して冷静に返した。部屋はいくつかありますし、お互い荷物のある場所でいいんじゃないですか？そうよね。さすがに早すぎるね。冷静に返したつもりが、俺は彼女の言葉につい、生々しい想像をしてしまった。しおりさんは、暑いと言いながら顔を手で仰ぎ出したが、手に洗剤の泡がついていることを忘れていたらしい。彼女の顔に泡が飛んでいってしまった。俺は目をつむり、あたふたする彼女の顔を片手で押さえ、そばにあったタオルでゆっくり拭いた。盛大に飛んだので、顔全体に泡がついている。サトシさんごめんなさい。今喋らないでください。口に入るから。そう俺が言うと、彼女は唇をキュッと閉じた。泡を拭いていくと、目をつむり、口を閉じ俺に全てを委ねている。綺麗なしおりさんの顔があらわになっていく。不覚にも、少しの間、俺は見とれてしまった。顎を支えている手に力が入ってしまったのが、彼女にも伝わったらしい。目を閉じたまま、彼女は尋ねてきた。サトシさん、もう目を開けていいかな？ああ、もう取れたんで大丈夫です。今度は俺が彼女から目をそらした。自分でもわかるほどに熱い顔を見られたくなかったからだ。どうせ初日はこんな風にバタバタとした気持ちで終わった。それからのしおりさんとの日々は、俺にとって何ともむずがゆいものだった。朝は、行ってらっしゃいと見送られる。昼間には、夕食は何がいいかとメールが来ている。そして、家へ帰るといい香りとともに、お帰りなさいと、彼女が玄関まで迎えに来てくれる。俺はこの生活に明るい気持ちは一切持っていなかったはずだった。だが、海外しく接してくれるしおりさんとの生活は、明らかに俺の曇った気持ちを少しずつ晴らしてくれていた。俺は、しおりさんの待つ家へ帰るのが楽しみになってきていた。だがそれは、長くは続かなかった。しおりさんが帰ってこなくなったのだ。正確には、ほぼ深夜に帰ってくるようになった。彼女は親の会社の社長秘書をしているのだが、この縁談が決まった時に、社長から残業はないからと聞いていた。しかし、しおりさんは遅くなる理由を、仕事が今忙しい、と俺に言ったのだった。やはり全てが面倒になったのだろうか。まだ彼女の帰りが遅くなって3日目だというのに、俺の心はまたざわつき始めてしまった。その日はさらに運が悪かった。朝から和田さんが絡んできたのだ。佐伯くん、君にぴったりな仕事を頼みたいんだけど、今日中によろしくね。わかりました。いつものことだったはずなのに、その提出先を見て手が止まってしまった。それを待っていたかのように、和田さんは片手にコーヒーを持ち、笑いながら俺に言った。そこ懐かしいだろ。君が新人の時やらかしたあの取引先だよ。あの後大変だったな。謝罪の気持ちも込めて、しっかりやってくれよ。ひらひらと去っていく和田さんの背を、俺はあの日ぶりに睨みつけた。明らかな俺への嫌がらせに、閉じ込めたはずの悔しさがこみ上げてきた。それでも、仕事はしなければならない。俺は昼食も抜いて、無心でその仕事を終わらせ、定時で職場を後にした。帰り道、俺は何もかもに腹が立っていた。和田さん、しおりさん、両親。今までの感情が一気に吹き出したようになっていた。久々に焼け酒でもしようかと思い、家のドアへ鍵を乱暴に刺すと、なぜか鍵は開いていた。
不審者の可能性もあるので、俺はそっと玄関を開けた。しかし、家の中は意外なことになっていた。いい香りが漂っている。俺は思わず手を離してしまい、ドアが音を立ててしまった。すると、奥からエプロンをつけたままのしおりさんが、数日前のように笑顔でかけてきた。お帰りなさい、サトシさん。よかった、間に合って。しおりさんが笑顔で何かを言いながら俺のカバンを取り、部屋の奥へ行こうとした。だが、玄関から一向に動かない俺を見て、心配そうな顔で再び戻ってきた。サトシさん、お仕事で何かあった？俺は無言で彼女が持ったカバンを手で払いのけ、靴を脱ぎ捨てると、その勢いのままキッチンへ向かった。後ろから、彼女は俺の名前を呼びながら追いかけてくる。サトシさん、何があったの？落ち着いて。もう、こんな生活、終わりにしましょう。困惑している彼女を横目に、俺はキッチンで仁王立ちしていた。いつものように晩ご飯の準備がされているのを見て、俺の頭の中の整理はさらにつかなくなり、思わずキッチン台に拳を叩きつけてしまった。響いた音にハッとし、途端に冷静になったが、そばで作られていた鍋の味噌汁が振動で少しこぼれてしまった。しおりさんは下を向いていた。その姿に罪悪感が押し寄せてきたが、今の俺には彼女に声をかける権利はもうないと痛感していた。だが、ふとこぼれた味噌汁に目をやったとき、俺は愕然とした。この味噌汁、なんで？俺がそうつぶやくと、しおりさんは目を拭いながら立ち上がっていった。お豆腐とわかめとオクラが入ってるの。なんでこれ？しかもこの豆腐、うちの。しおりさんはその問いには答えずに、俺の顔を見つめた。私が悪かったの。サトシさん、ごめんなさい。え？彼女はゆっくりと食事の準備を再開しだした。俺の頭は混乱していたが、キッチンにいるわけにもいかず、一旦自分の部屋へ向かった。しおりさんは、今までも毎日味噌汁は作ってくれていたが、豆腐は市販のものだったし、ましてや、オクラを入れたことなんてなかった。さっきの味噌汁には、佐伯豆腐店の豆腐が使われていたし、オクラは、俺が好きで、母さんがよく入れてくれていた。切り方も同じだった。答えは出ることはなく、俺が頭を抱えていると、キッチンから再びいい香りがしてきて、しおりさんが俺を呼んだ。テーブルには、俺の見慣れた料理がいくつかあった。作り直されたさっきの味噌汁もだ。料理をじっと見つめる俺に、しおりさんは言った。サトシさん、召し上がれ。いただきます。俺は先ほどの自分の行動が後ろめたかったが、食事を進める彼女に言われるがまま、食事に手をつけた。それは、食べ飽きた味と、もう食べることがないと思っていた味だった。そして、どちらも大好きな味だった。サトシさん。俺の目は自然と涙を溜めていた。しおりさんがティッシュを持って、俺の涙を拭いてくれた。しおりさん、これなんで？しおりさんは、俺の止まらない涙を拭きながら、事の真相を話し出した。私がいけなかったの。サトシさんを驚かせたくて、変にごまかしたりしたから。本当は仕事じゃなくて、佐伯さんのところへ仕事帰りに行っていたの。うちへ、どうして？しおりさんは眉を下げながらも、少しだけ顔をあからめて、俺に言った。サトシさんの好きなものを教えてもらいたくて、喜んでもらうつもりだったのに、本当にごめんなさい。俺は椅子から立ち上がり、しおりさんを支えながらソファーへ移動した。俺はしおりさんの話も聞かず、他のストレスも合わせて八つ当たりしてしまった自分が心底情けなかった。俺の方こそすみません。何も聞かず、いろんなストレスをぶつけるような真似をしてしまった。しおりさん、俺のためにありがとう。俺がそう言うと、しおりさんは潤んだ瞳のまま、俺の方へ顔を向け笑ってくれた。
そして小さな声を出した。自然と抱きしめてしまった俺に驚いたようで、しおりさんは硬直している。俺もまた自分の行動に緊張してしまっていたが、不思議に思っていたことを彼女に聞いてみた。あの味噌汁、俺の母親のレシピですよね。ゆきこさんも知らないはずなのに、どうして？俺がそう言うと、しおりさんはそっと俺から離れ、本棚から一冊のノートを持ってきて俺に見せた。遥か昔の見覚えのある字だった。これ、佐伯さんが昔お母様からもらったレシピノート。佐伯さんが結婚するときにおすすめの料理をまとめたからって。でも、佐伯さんはサトシさんにはこのレシピの料理は作れなかった。きっとサトシさんも食べてきたもので、お母さんを思い出してまた悲しくさせてしまうんじゃないかと思ったって言ってたわ。俺は固く目を閉じた。佐伯家に来た俺は、またたらい回しになるのが嫌で、遺品は一切出さなかった。思い出の料理も何もかも、心に閉じ込めた。だがそんな気持ちは、ゆきこさんとコウジさんにバレていたんだろう。あえて何も言わずにいてくれたのだ。俺はずっと、自分は我慢するしかないと思っていた。でも、ほんの少しでも甘えてよかったのかもしれない。信じればよかったのかもしれない。だんだんと思いが溢れ、また情けない顔になっていた。そんな俺の手を笑顔で取り、しおりさんは言った。お母様のレシピを、佐伯さんのお豆腐を使って、私が作りたいの。サトシさんのために、いいかな。俺は彼女の思いの深さに、ありがとうとごめんを繰り返し言い続けた。しおりさんは体重ごともたれかかってしまっている俺の背をぎゅっと抱きしめ、優しく撫でながらうなずいていた。その後、俺たちは食事を済ませ、改めてゆっくりとソファーへ腰掛けた。しおりさんが用意してくれた紅茶の香りのおかげで、俺の気持ちはさらに落ち着きを取り戻していった。しおりさん、改めてだけど、さっきは本当に悪かった。俺、仕事の苛立ちも全部ぶつけてしまって。仕事、何かあったの？聞いてもいいかな。同棲を始めた頃は全く想像もしなかったが、俺は今まで誰にも言ってこなかった胸の内をしおりさんに話していた。思い描いたように言っていないこと。もう諦めたつもりだったのに、やはり悔しいということ。ゆっくりと言葉を探すように話した。しおりさんはじっと話を横で聞いてくれていた。俺は結局認めさせたかったんだと思う。必要ないとたらい回しにされた俺が必要なんだって思って欲しかった。誰も分かってくれないと決めつけていじける。まるで素直になれない子供だ。思えば思うほど自分勝手な人間だよ。すると、俺に向かってしおりさんはかぶせるように叫んだ。そんなことない。え？自分勝手だなんて、必要ないなんてないわ。いつか言おうとは思っていたんだけど、今言う。しおりさんはポカンとしている俺から紅茶を取って、テーブルに置き、改めて背を伸ばし座り直した。私、ずっと一人だったの。社長令嬢に寄りついてくる人は多かったけど、陰では嫌味を言われていたり、中川しおりを見てくれる人はいなかった。だから学生の頃、もう人を信用しないと決めたの。ある日の夜、何も言わず家を飛び出したの。夜遊びに慣れてないって顔に出てるんでしょうね。慣れない繁華街で男の人に絡まれて、怖かったけど、もうどうでもいいって思った。しおりさんは少し上を見上げながら話していたが、一呼吸ついた途端、俺の方へぐいっと向き直った。ついて行こうとしたその時ね、その男たちが次々に倒れていったの。私、驚いて、急いで先を目で追ったの。倒れた人たちの先には、大きな袋を持った男の子がいたわ。こいつら、あんたの知り合い？彼は、無表情で、私に聞いてきたの。私が首を横に振ると、あっそっと言って叫びながら立ち上がろうとしていた一人の首根っこを掴んだの。
まるでヒーロー映画を語っているような熱量で、しおりさんは話を続けた。彼はブンブンと男を揺らしながら言ったの。てめえらがこんなとこでくだらねえことしてっから配達の豆腐に当たっただろうがって。街頭でようやくはっきり見えたその人は学ラン姿で、持っていた袋には佐伯豆腐店って書いてあった。しおりさんはワクワクした顔で俺をまじまじと見てきた。俺は顔を上げられなかった。高校に入った頃から俺は夜の料理店などに豆腐を配達していた。だが一時期自暴自棄で喧嘩などによく割って入っていた。だが浩二さんに説教を食らってしまい、喧嘩も配達も禁止になった過去があった。今思うと親孝行とか言っている自分が恥ずかしくなる過去だ。しおりさんとそんなところで出会っていたのは驚いたが、それがそんなに大きな出来事とは俺には思えなかった。俺の疑問を察したのか、しおりさんは話した。サトシさん覚えてないか。二人っきりになった後、サトシさん袋の中を確認して頭をかきながら私に豆腐をくれたの。形が崩れちゃった豆腐。何をやってるんだ俺は。あはは、礼はいらないから証拠隠滅を手伝ってくれ。この豆腐、形が崩れてるけどうまいからさっさと帰って家で食えって、そう言って大急ぎで来た道を帰って行ったわ。私は一人で潰れた豆腐を持ちながら立ってる自分がなんだかおかしくて、そのまま家帰ったの。しおりさんの話を聞きながら、俺はなんとなく話のつながりが見えてきた気がした。もしかして、俺が浩二さんから説教を食らったのって。やっぱり怒られてたんだ。家に帰ったら怒られたんだけど、パパが豆腐のパッケージを見てどこかへ電話していたの。あの日、数を間違えたと取りに帰ったのに、なぜ喧嘩がバレたのか、ずっと俺は不思議だった。まさかこんなつながりがあったなんてと、神戸を垂れていると、しおりさんの声のトーンが急に変わった。私ね、あの日から少し変わったの。どんな理由があったのかはわからなかったけど、あの人は初めて会った私を助けてくれた。何も知らない、ただの人間を、あの人は助けてくれたんだって。しおりさんは俺の手を改めて握った。そして俺の目を見て言った。あの出会いが私をずっと支えてくれていたの。探そうとは思わなかったわ。もし運命があるなら、今度は胸を張って会いたいって思ってた。でもパパが佐伯さんと会うって聞いたとき、あの日の気持ちに戻ってしまった。会いたい。あの人に会いたいって。しおりさん。俺もまた、いつの間にか彼女を見つめ、添えられた手を無意識に握っていた。運命があれば、なんて言ってたのに、チャンスを逃したくない気持ちが勝ってしまった。商店街で頑張り続けるって言ってた佐伯さんに、パパは力を貸したいと思っていた。それと同時に、私の人間不信も心配していた。それで、俺に会いに来たんですか？口をつぐんだしおりさんは、俺の手を離そうとしたが、俺は離さなかった。パパは、私に甘いから、佐伯さんに話してお見合いをセッティングしてくれたの。きっと、サトシさんは驚いたよね。私もまさか同棲まで進むなんて思ってなかったけど、いつか終わってしまうとしても、全力であなたのパートナーになりたかった。しおりさんが話し終わるのを待たず、俺は彼女の腕を自分へ引き寄せていた。終わるって何なんですか？今までずっとサトシさんは頑張ってきたんだよね。頑張りすぎるくらい、辛い気持ちにも蓋をしてた。佐伯さんはね、サトシさんには自分の人生を思いっきり生きてほしいって言ってたそうよ。サトシは本当に優秀な息子だから何でもできるはずだって。佐伯さんご夫婦のサトシさんへの思いと、パパの私への思い。それがあのお見合いの真相なの。複雑な表情をしている俺の顔を、しおりさんは空いている方の手でそっと撫でた。そして悲しそうな優しいような声で俺に言った。私は十分すぎる思い出をサトシさんからもらったわ。
次はサトシさんの番。サトシさんなら必ず現状を打開できるわ。そして自分が描いていた未来を目指せる。私も陰で応援してる。大丈夫。私のヒーローは最強なんだから。言葉の強さとは裏腹に、彼女の目は涙でいっぱいだった。だがしおりさんは、俺から目を離さず、笑顔だった。俺は引き寄せたままの彼女の体を、さらに引き寄せ、抱きしめた。耳には彼女の泣き声がこだまする。体のくっついた部分からは、どんどんとしおりさんの熱が、俺に流れてきた。俺は、彼女の耳元で言った。今日は泣かせてばっかりだ。ヒーローでもなんでもないよ。ヒーローだよ。私の願いを叶えてくれたんだから。じゃあ、俺の願いはどうなるんですか？え？俺の顔を見るためか、離れようとするしおりさんを、俺は離すまいと、さらに強く抱きしめた。しおりさんを離したくないっていう、俺の願いは、しおりさんにしか叶えられないんです。ちょっと待って。サトシさん、それって。どうなんですか、しおりさん。バタバタと、俺の腕から抜け出そうとするしおりさんを、俺は抱きしめ続け、少しずつ力が抜けていくのをじっくり待った。俺はくったりとしてきたしおりさんをようやく離し、ソファーへそっと寝かせた。そして、俺は上から改めて聞いた。しおりさん、どうなんですか？しおりさんは真っ赤な顔で俺の方へ両手を伸ばしていった。初恋を話すわけないじゃない。形だけでいつか終わるものだとお互いに思っていたこの関係は、この夜から動き出したのだった。翌日、俺はいつも通り営業のための資料作成をしていた。何も考えず淡々とこなすだけの仕事だったはずなのに、なぜか気持ちは前を向いていた。しおりさんが言ってくれた、俺なら打開できるって言葉が心に刻まれたからだろうか。人からもらう言葉にこんなに力があっただなんて、と少しニヤついてしまいながら、俺が改めてパソコンに向かった時だった。突然、肩を叩かれた。佐伯、ちょっと第一会議室までいいか？はい。主任はそそくさと離れてオフィスを出て行ってしまった。俺はパソコンを閉め、嫌な予感を振り払うように深呼吸してから会議室へ向かった。ノックをし中へ入ると、窓際に主任が立っていた。表情は見えない。主任、わざわざ何のご用でしょうか？俺がそう言うや否や、主任は俺の両肩をつかみ、跳ねるような声で話し出した。いやー、佐伯、よくやってくれたよ。は？大型スーパーへの営業、和田くんが担当先のだがな。少し難航していたから君に資料を頼んだだろ？確か、その日の午前中に作ってくれと言っていたやつだ。それがどうしたんですか？笑顔で俺に話し出した主任だったが、少し罰が悪そうに頭をかきながら、また話し出した。契約は無事済んだんだが、向こうの上の人がな、分析の佐伯くんとはどういう人なのかと問い合わせがあったんだ。内容がとても素晴らしいとな。細かいリサーチ内容と実績と比較。逃す方がもったいないとまんまと思わされ、感心してしまったよってさ。その件はよく覚えている。前回の営業の時は、和田さんが珍しく自分で作った資料を使っていたが、契約は先送りにされてしまっていたのだ。誰もそのことには触れなかったが、和田さんとしては、すべての責任を俺にしたかったのだろう。2回目のアポの日、俺に短時間で作れと言ってきたのだ。これで失敗すれば、俺の資料がダメだったからだと責任転嫁ができるからだ。俺の複雑な感情を読み取ったのか、主任はうつむき加減で思いもよらないことを言ってきた。すまんな、佐伯。主任？君の仕事ぶり、能力の高さはよくわかっていたんだ。他の者たちもな。だが、主任の言いたいことは俺にはよくわかった。バックに大きな権力を持つ和田さんに目をつけられている俺の肩を持つということは、
自身の立場を危うくする。まさに、今の俺のようになるということだ。つまり、俺はこの部署での見せしめなのだ。俺は主任に頭をしっかり下げ、そして言った。主任、俺を認めてくださってありがとうございます。俺は俺の仕事をこれからも頑張っていきます。佐伯。主任が何か言おうとした時だった。主任のスマホが鳴り、俺たちはオフィスへ戻った。どうやら、主任宛て急ぎの電話が入ったらしかった。俺は少し落ち着こうと自販機へ向かった。ほんの少しのことだったが、俺の気持ちはどうやら高揚していたようだ。だがそれはまだ終わりではなかった。自販機へ向かう俺を主任が走ってきて止め、オフィスへ連れ戻したのだ。みんながオフィスへ揃う中、主任は自分の横に俺を立たせ、手を叩きみんなを注目させた。みんな、一度手を止めてくれるか？大発表がある。みんながざわざわする中、俺は流されるまま突っ立っていた。そんな俺の肩を叩きながら、主任はみんなへ向かって話し始めた。例の大型スーパー契約の件だが、さっき先方から連絡をいただいてな。売り場拡大が決定した。あちらさんが佐伯の資料の出来に信頼を置いてくれたんだ。みんな、佐伯に拍手。俺は驚き、思わず主任の顔を見た。主任は心を決めたかのように口角を上げ、俺の背中をドンと叩いた。それを見てか、遠慮がちだったみんなも大きな拍手を送ってくれた。ただ一人、こちらを睨んでいた和田さんに主任は言った。和田くん、もちろん君の営業もよくやってくれた。今回はちゃんと分析を佐伯にしてたそうじゃないか。それで佐伯の頑張りが認められたんだからな。そうですね。佐伯くんおめでとう。和田さんは俺の方を見ずにそう言った。明らかにイラついている様子だった。それもそうだろう。すべてが裏目に出てしまったのだから。その日から少し俺の環境は変わった。みんな和田さんに気を使いながらだが、タイミングを見て俺の元へ来る人が増えたのだ。仕事のアドバイスやちょっとした雑談までいろいろだ。しおりさんが俺に言ってくれた打開できるということに少し近づけたのかもしれないと感じていた。そして俺はその日のことを早く帰ってしおりさんに伝えたいと日々強く思うようになっていた。彼女の存在は俺の中で大きくなる一方だった。2週間後、その日は土曜日で、俺としおりさんはお見合い以来の外食をすることにしていた。しおりさんは朝から部屋から出たり入ったりで服装をずっと考えていた。俺はというと、そんな彼女を眺めつつ決意を固めていた。夕方になり、俺たちはレストランへ向かった。俺にとってはかなり背伸びして予約した店だ。タクシーで行こうと提案したが、散歩がしたいとの彼女の提案を優先した。俺たちは特に何も言うこともなく、手をつなぎながら歩いていた。俺はいつものスーツ姿だったが、しおりさんはというと、あれだけ服に悩んでいたが、そもそも美人なので、店に着くまで何度人が振り返ったかわからないほど周りの目を引きつけていた。店に着き、俺たちは何気ない話をしながら食事を進めていった。しおりさんは美味しいと連呼していたが、俺は正直あまり味がわからなくなっていた。というのも、ひたすらタイミングを狙っていたからだ。俺が今日決意してきたこと、それはしおりさんへ改めてプロポーズすることだった。ここまで紆余曲折あった。豆腐店がなんとかなるなら、俺の気持ちなんてどうでもいいと思っていた。だが今は違う。俺はしおりさんと歩んでいきたい。大切な家族になりたいと心底思っている。それを男としてしっかり彼女へ伝えたかったのだ。だがここに来てもまだ俺の人生というのはスムーズに進んでくれなかった。一番会いたくない人間が現れたのだ。佐伯くん、もしかしてデート？マジかよ。この店も質が落ちたな。
パリッとしたスーツに身を包んだ和田さんが声をかけてきた。サトシさん、お知り合い？会社の先輩だよ。和田さん、奇遇ですね。和田さんは俺の挨拶を無視し、しおりさんを品定めするかのように見ていた。俺は気分が悪く、店を出ることまで考えたが、その時半笑いで、和田さんはしおりさんへ話しかけた。失礼、お嬢さん。どんな関係かは知らないけどね。こいつと一緒に食事だなんて、自分の価値を下げますよ。知らないのかな？この男、身内からも見放されて高卒で、ようやく入れた会社でも窓際社員。お嬢さんは見たところ、俺と同じ上流階級だ。忠告はしておきますよ。和田さんはそう言い終わると、座っている俺を見下しながら、鼻をふんと鳴らし、自分の席へ向かっていった。よりにもよって、すぐそばの席だった。身内での食事会だろうか。いかにもそういう感じの人が二人、すでに席についていた。サトシさん。悪い。嫌な気分にしてしまって。俺がそう言うと、しおりさんは少し身を乗り出し、小声で俺へ囁いた。あの人でしょ？会社の嫌な感じの人。私も苦手。これでサトシさんの気持ちに共感できるわね。あはは。しおりさんの小悪魔のような笑顔に思わず笑ってしまい、和田さんの振る舞いなど吹き飛んでしまった。だが、すぐそばでそれを見ていた和田さんには、それが面白くなかったようだった。メインディッシュが来た時、ソムリエが俺たちの席へやってきた。ワインはお任せにしていたので、しおりさんと首をかしげていると、彼はにこやかに言った。和田様からでございます。お好きなものをとのことで、こちらのメニュー失礼いたします。どちらになさいますか？ちらりと和田さんの方を見ると、にこやかな笑顔で軽く手を振っている。俺は嫌な予感しかしなかった。だが、しおりさんはにやりと言った。こうなったら、思いっきり高いの頼んじゃおう。と言っても、私あまり詳しくなくて、サトシさんと同じものにしようかな。俺も、さすがにこれで嫌がらせにつながることはないだろうと思い、メニューを見た。だが、嫌な予感はさらに増し、メニューを開くと確信につながった。すべてイタリア語だったのだ。高級レストランともなると、何カ国語かでメニューを用意しているのだろう。おそらく和田さんはうまいこと理由をつけ、俺にイタリア語のメニューを持ってこさせたのだ。改めて和田さんを見ると、吹き出しそうな顔でこちらを見ている。しおりさんの日本語メニューを見るにしても、ソムリエにメニュー表を変えてもらっても、そのことをまた会社で笑い話にする気なのだろう。俺は千載一遇のチャンスが来たと思った。俺はメニューにざっと目を通し、ソムリエに言った。この店はイタリアワインが豊富ですね。このキャンティー、味に厚みに自信があると書いてありますが、メインとどうでしょうか。パフュームはベリー系か。俺とソムリエはワインの話に花を咲かせながら談笑しだした。しおりさんはきょとんとしている。ちらりと和田さんの方を見ると、目を見開きながら俺を見ている。それもそうだろう。俺とソムリエはイタリア語で話をしていたのだ。続けて俺は言った。なるほど。では、こちらのダスティは、あの名門ワイナリーとありますね。素晴らしいな。ほんのりと渋みか。しおりさんは少し苦手かな。おお、このバローロは良さそうですね。説明にも気合が入っているな。非常に華やか。エレガントで、もちろんピエモンテ州。俺とソムリエの話が弾んでいるところに、しおりさんが割って入ってきた。サトシさん？ああ、しおりさんもバローロでいいかな。イタリアワインの王様だ。それはいいんだけど。しおりさんはそっと横に目線を送った。そこには、わなわなと震えながら、和田さんがこちらを見ていた。俺はワインを頼み、ついでにソムリエに耳打ちをした。彼が去った後、
俺は和田さんの席へ向かった。同席していたのは、どうやら和田さんの両親のようだ。俺はにこやかな笑顔で言った。お食事中失礼いたします。私、佐伯と申します。和田さんにはいつもお世話になっております。先ほどもワインをご馳走してくださいまして、和田さん、ありがとうございます。ほう。ユウの部下だったのかい。自慢の息子だからね。思いっきり学んでくれたまえよ。ガッハッハッハ。この豪快な人が和田さんの圧力を作っている重役の父親だろう。横でいかにもセレブといった表情で笑う女性が母親だ。俺はさらに笑顔を強め、二人に向かって話した。実は失礼に当たるかと思ったのですが、普段お世話になっている和田さんに感謝の意を伝える機会はなかなかないと思いまして、私からもワインを送らせていただきました。おや、まあ日頃の感謝だと言われると断れん。なあユウ。しかしすまんが佐伯くん。わしと妻は基本はウイスキー派でね。ワインは店に任せっきりなのだが。その言葉を待っていた俺はすかさず言った。いえいえ、和田さんはよくこの店を利用していらっしゃるようですし、親御様を困らせることはありませんよ。ぜひご子息にお任せしてみては。説明もちゃんとしてくれるでしょう。営業のエースなんですから。そして俺は小声で和田さんに言った。和田さん、ソムリエには彼もイタリア語の方が話しやすいのでよろしくと伝えておきましたので、もちろんメニュー表も。では失礼いたします。顔から血の気が引いていく和田さんは俺の方へ向けて口をパクパクさせていた。そしてそんな和田さんに両親は楽しみだと笑いかけていた。俺は横目でソムリエがやってきたのを見送り、席へと戻った。しおりさん、ごめん待たせて。いいえ、一発ぶん殴ってきたんでしょ？さあ、どうかな。間もなく、店内に怒号が轟いた。イタリア語で話し出すソムリエに対して、親の手前、イタリア語がわからないとも言えず、あたふたしている和田さんを、両親が不審に思い、問い詰めたのだ。俺への嫌がらせを知り、周りのことも忘れ父親は怒鳴り続けた。周りは騒然としてしまい、支配人が来る事態にまでなった。父親は俺に謝罪し、和田さんを引っ張りながら店を出て行ってしまった。半泣きになりながら引っ張られる和田さんは、さながら悪さをした子供が親に叱られる図そのもので、周囲からはクスクスと笑いも出ていたが、次第にまた緩やかな空間へ戻っていった。やりすぎたかな。俺がそう言うと、しおりさんは笑いながら言った。全然、スカッとだよ。それより、サトシさんってイタリア語できるの？ああ、現地に行ったことはないけどね。読み書きやリスニングは独学で勉強できるからさ。イタリア、フランス、英語くらいはね。ワインは近くの酒屋でよく話を聞いてたんだ。話を聞いていただけであんなにプロと話せるものなの？しかもイタリア語だし、やっぱりかっこいいよ、サトシさんは。私にとってずっとかっこいい人だわ。そう言いながら胸に手を当てて、しおりさんはじっと俺を見つめている。そんな彼女の姿にどぎまぎしてしまったが、と同時に今日の最重要案件を思い出した。しおりさんは何も言わずこちらを見ている。さっきはそんなに緊張しなかったのに、どんどん体が熱くなってきた。俺は深呼吸を2回ほどし、ぐっと彼女の方を見た。俺たちの始まりは少し変わったものだったのかもしれない。君を傷つけもした。でも、毎日俺を迎えてくれる、笑いかけてくれるしおりさんの顔を、いつまでもそばで見ていたいんだ。俺が胸元に手をやると、しおりさんの目はどんどん潤んでいき、次第に涙が溢れてきた。俺と結婚してください。指輪を差し出した俺に、左手をそっと前へ出して、しおりさんは泣きながら、満面の笑顔で答えてくれた。はい。左手の薬指へ指輪をはめたと同時に、店内に拍手が湧き上がった。
どうやら先ほどの一件で俺たちも注目を浴びてしまっていたらしく、意図せず公開プロポーズになってしまっていた。俺たちは立ち上がり、一礼をしてそそくさと座り、二人とも両手で顔を覆ってしまった。おめでとうございますと、横でシャンパンが継がれる音が聞こえていた。週明けの月曜、出社すると、なぜか和田さんが噂の的になっていた。たまたま店の前を通りかかった別部署の人が、店の前で怒鳴りつけられている和田さんを見ていたらしく、噂があっという間に広がったのだ。泣きながら、パパママごめんなさいという和田さんは動画にも撮られており、今までのふんぞり返りが嘘のようにおとなしくなっていた。上司からは落ち着くまで営業には出るなと言われた挙句、以前俺に言ってきたような強引な営業スタイルが社として問題になり、ますます端に追いやられた状態だ。親もかばう気はないようで、僻地への移動が決定していた。俺はその和田さんの後を引き継ぐ形で、再び営業中心の業務へ戻ることができた。資料ももちろん自分で作っている。イタリア支社を持っている取引先に対して、イタリア語での資料も作ったことがかなり話題となり、多数の取引先からも信頼を得ることができた。また、その取引先がイタリアで豆腐を扱ってみたいという要望があり、うちの豆腐をサンプルで送ると、痛く気に入った様子で、なんと、イタリアとの取引が決まったのだ。今では、一日作業しても追いつかないほどの作業に追われているらしい。俺を信じてくれていたしおりの言う通りになったのだ。そして週末、俺たちは佐伯豆腐店にいた。ゆきこさん、こうじさん、そしてしおりの両親、いわゆる結婚前の顔合わせだ。俺としおりはかなり特殊な手順を踏んで結婚することになったが、挨拶はしっかりしておきたいと、俺がみんなへ頼んだのだ。二人とも、結婚おめでとう。嬉しいわ。おめでとうね。ゆきこさんもこうじさんも、とても喜んでくれている。しおりの両親もにこやかにうなずいている。そんな光景を見ながら、俺は懐から封筒を出した。皆さん、俺たちのためにありがとうございます。どうも緊張しそうだったので、手紙を読む形ですみません。ゆきこさん、こうじさん、これが俺の気持ちと決意です。二人とも優しい目でうなずいてくれた。俺はゆっくりと手紙を読み出した。ゆきこさん、こうじさん、二人は覚えているでしょうか。二人の元に来て何も問題を起こさなかった俺が一時期荒れ出したことを、俺も今まで理由は忘れていたけど思い出しました。それは俺は一人なんだと気がついたからです。両親もいなくて、いるのは遠縁の二度と会わないであろう親戚だけ。血の濃いつながりが俺にはない。切っても切れないつながりというのが俺にはないんだと感じたとき、俺は自分の必要性を感じなくなりました。みんな下を向きながらじっと話を聞いてくれている。俺は唇が震えるのを耐えながら話を続けた。でも、家出ができるほど度胸もない俺は、恩返しをするという、生きる意味を自分につけたんです。就職も、見合いも恩返しのためだなんて。俺を引き取ってからずっと二人はいつでも俺と真剣に向き合ってくれていたのに、他の家族と何も違わない。思いっきり褒めてくれて、思いっきり怒って、俺を息子として育ててくれたのに。丸まってしまった俺の背に、横に座っているしおりが、そっと手を当ててくれた。しおりは、俺の方を見て、大丈夫だよと笑顔でうなずいてくれた。俺はうなずき、今度はしおりの両親の方を向いた。そんな情けない俺を、すべてを認めてくれたのはしおりさんです。俺自身の未来を諦めなくていいと言ってくれました。俺は、しおりさんと家族になりたいと思っています。家族っていうのはどういうものなのか、俺はちゃんと教えてもらってきたんですから。俺は再び、
ゆきこさんとこうじさんの方へ向いた。自分でも涙が流れていることが分かった。ありがとう、ゆきこさん、こうじさん。二人が俺に教えてくれたこと。今ならわかるよ。俺も家族っての、うまくできるかな。母さん、父さん。そう言った途端、ゆきこさんは俺の方へ来て、思いっきり抱きついた。当たり前だよ。うちの息子はこんなにも優しくていい子なんだから。しおりさん、さとしのことよろしくね。しおりは泣きながら何度もうなずいていた。こうじさんは手で目を拭い、しおりの父に肩を叩かれていた。ゆきこさんが俺から離れたとき、しおりの父は俺に言った。もともとは娘を幸せにしたい親の暴走だったのかもしれん。見合いのことも最近には初め反対されていたんだ。それを娘の人間不信気味を直してやりたいと言って、無理やり話を通した。さとしくんには悪いことをしたと思っていたよ。しおりにもね。本当に二人が幸せになってくれて嬉しいのなんのって。言い終わらずにしおりの父は泣き出してしまった。今度は肩を叩かれているその姿を見て、俺としおりは思わず笑ってしまった。するとみんなも笑い出した。俺は改めて思った。ここにいる全員が俺の家族なんだ。俺と血のつながりがある人は誰もいない。だけど、誰よりも愛おしく守りたいと心の底から思った。そしてようやく感謝の気持ちが溢れてきた。するとしおりが俺の背に置いた手を離し、俺の頬を撫でた。さとしさん、泣いてるの？やっとお父さんとお母さんに感謝できそうなんだ。落ち込むといつも思っていた。俺だけなんで置いていってしまったんだって。何年もずっと恨み節ばかり伝えていたよ。でもやっと言える。ありがとうって。私も会いに行っていいかな。直接会えなくても家族だもん。俺たちは改めて手を握り合い、笑い合い、奥の棚を見つめた。そこには古めかしい写真が飾ってある。生みの親と育ての親。そして、その真ん中で大事に抱かれ、気持ちよく眠っている赤ん坊の俺が写っていた。これからきっと、この写真の横にたくさんの家族写真が並んでいくのだろう。人の心は見えない。疑えばキリがないし、信じて痛い目を見ることもある。けれど、人は人から離れられないものだ。失敗することもあるだろうが、人生最後の時、信じた人の方が多かったと、俺は笑いながら言えるような人でありたいと思う。